朝だ。一日が始まる。ジムに行きたくない。ダイエットするのに疲れた。どうしてここまで来てしまったのか。やめて。これ以上ネガティブにならないで。弱気にならないで。毎日ハードな運動をして、たくさん食べて、すべてを取り戻すために痛みなんて感じない。はい、皆さんこんにちは、松です。今日の動画はですね、私の1年間のダイエット記録を一つの Vlog にまとめようと思って撮影をしています。私が1年間で38キロ落とせたんですけど、どうやって落としたのか、どうやってモチベを維持していたのか、ダイエットするきっかけになったこととか、詳しくお話しできたらなと思います。まず私小さい頃から本当に食べることが大好きで、本当に常にいろんなものをいっぱい食べてました。1日にハンバーガー4つ、ポテト L サイズ2つ、あとナゲット12ピース余裕で食べてました。そういう生活を毎日続けていって、気づいたら105キロまで行ってしまいました。学生の頃は運動部だったので、食べてる量は多くてもそんなに目立つことはなかったんですけど、やっぱり動かなくなってきて、同じ量を食べていたらこうなってしまったんですね。で、私がダイエットを始めたきっかけは本当に小さなことなんですけど、当時カンドラにハマってて、で、私の好きな韓国ドラマに出ていた女優さん、ハン・ソヒ様って方がいるんですけど、その方めっちゃくちゃ綺麗で、めっちゃくちゃ可愛くて、なんかハン・ソヒ様に出会って、このままじゃまずいなっていう気になりましたね。本当にハン・ソヒ様には感謝しかないんですけど、私あんまり人に、この人綺麗だなとか、可愛いなとか、思うことがなくて、初めて思いました。ハン・ソヒ様を見て。このままじゃまずいなぁ、ダイエットしなきゃなーって、本当にそういう軽い気持ちでダイエットを始めました。遊びに行く計画を立てるのと同じぐらいの軽さですね。ダイエットを始めた当時は全然ダイエットの知識とか、経験もないですし、自分で一から調べてダイエット方法をやってましたね。その105キロあった時のダイエット方法は、鶏胸と野菜、この2つしか食べてなくて、で、1日4回ぐらいに分けて食べてました。炭水化物は食べてなかったので、今思えば、すごい悪いダイエット方法だなと反省してますね。あの当時に戻ってアドバイスできるのであれば、炭水化物もちゃんととって健康的なダイエットをするように言いますね。私は3ヶ月で20キロ体重を落としたんですけど、その無理なダイエットによって生理不順になってしまったんですね。女性はやっぱり癌になるリスクが高くなったり、将来妊娠しにくくなってしまったり、デメリットしかないですよね。ダイエットにおいてもやっぱり自分の生理周期を知っておくと、トレーニングのメニューだったり、食事の内容だったり、むくみとか、体の水分で生理前って体重の増減が激しくなったりするので、やっぱり生理周期を知っておくと、ダイエットは効率的に進められるんですけど、私は生理不順だったので、とても厳しかったですね。今は病院に行って、薬を飲んで治療中なんですけど、もし今無理なダイエットをしてる人がいたら、絶対にやめた方がいいです。ダイエットを始めて3ヶ月。今まではトレーニングせずに食事だけ制限をしてダイエットをやっていたんですが、体重は落ちてるけどお腹のお肉や太もものお肉が全く落ちていない、変わっていないような気がして、体脂肪を落とす目的でトレーニングも取り入れて、食事内容も変えて再びダイエットを始めました。食事内容は炭水化物をしっかりとって、鶏胸、野菜を基本メニューとするいわゆるローファットダイエットと呼ばれるものをしていました。
私がよく食べていた炭水化物は玄米、白米、ベーグル、さつまいも、じゃがいもです。それに加えてオートミールでお菓子を作ったり、ライスケーキも食べたりしていました。この時はまだカロリー計算の大切さ、重要性をまだ知っていなかったので、この時はまだ計算してないです。ローファットダイエットは体重が落ちるスピードがゆっくりなので、なかなか体重が減らなくてモチベーションがなくなってしまったり、ダイエット本当に成功しているのか不安だったり、諦めてしまう人が多いと思うんですけど、前日の体重と比べるんじゃなくて1週間の平均値を見て体重が減っている、ダイエットがうまくいっているか判断した方がいいです。私は毎日体重を測るとストレスが溜まってしまうので、1週間に1回曜日を決めて体重を測るようにしています。トレーニングを始めて3ヶ月、体重の落ちるペースは今までに比べるとゆっくりになってきて、体が慣れてきてしまっていることがわかります。この頃から停滞と呼ばれるダイエットにおける最大の難所にぶち当たります。この時のしんどさ、辛さ、苦しさは今でも覚えています。必死に耐えていたあの頃にはもう戻りたくないですね。私は2ヶ月間停滞をしてしまったんですが、抜け出した方法があります。それはチートを入れることです。一日好きなものを食べていい日を作りました。チートを入れると体重が増えてしまって怖いとかリバウンドを心配する方が多いと思うんですが、不思議なことに、多少水分でむくんではいたので数キロ増えたことはありました。でもチートを入れたおかげで私は生理が来て体重が落ちるようになったんですね。人それぞれ停滞を抜け出す方法は違うと思います。私の場合はチートだったんですけど、他にもカーボサイクルを作ってみたり、ローファットダイエットからケトジェニックダイエットに変えてみたり、一番大事なのは常に刺激を入れてあげることです。どれだけ体を慣れさせないかっていうのが本当に大事になってきます。なのでやっぱり自分に合った停滞打破方法を見つけることが大切ですね。2023年も残り1ヶ月。この頃からトレーニング頻度、強度を増やしたらどれだけ食べてもいい説が自分の中でできてしまい、食欲には勝てず74.5キロまでリバウンドしてしまいました。私は3月までに60キロになるっていう目標があったので、とても焦っていました。この時からカロリー計算をして質の高いトレーニングをするためにパーソナルに通い始めました。実際パーソナルってお高いんでしょう、どうなのって気になってる人が多いと思うんですけど、私が通っていたパーソナルはトレーナーさん1人に対してお客さん1人がいて、同じ空間に何人もいるみたいな感じです。値段は3ヶ月で食事管理込みで週2回のトレーニング付きで40万ちょいでしたね。決して安くはない値段だと思うんですけど、私は自分に合うトレーナーさんに出会えたので良かったなって思います。パーソナルってやっぱりトレーナーさんとの相性がものすごく大事だと思うんですよね。その相性ってやっぱり実際にトレーニングしてみないとわからない部分ではあるので、いろんなところに体験しに行って見つけるっていうのもありだと思います。私はそのパーソナル期間中にローファットダイエットからケトジェニックダイエットに切り替えて、でケトジェニックダイエットからローファットに切り替えるっていうことをしました。その結果3キロ痩せることができました。
ケトジェニック中の食事や仕組み、詳しい説明は別の動画に出してあるので、気になった方はそっちを見てみてください。ダイエットを始めて1年が経ちました。現在の体重が67キロ、体脂肪は 29% です。体のあちこちにダイエットした証がしっかり残っていますね。ダイエットを始めた時のゴールは60キロと設定していて、達成することはできなかったんですけど、1年でここまで来れたので、少し休息期間を入れて、これからも引き続きダイエットを継続していこうと思います。まだゴールしたわけではないので安心はできないですけど、1年ダイエットを続けることができたので大きな自信がついたのと、1年前の私と今の私の価値は変わらないこと、自分の体に厳しくしてしまった分、時間をかけていたわってあげたいし、愛してあげたいです。メンタル面でも身体面でも考え方も大きく変わった、成長した1年でした。 SNS には飲めば痩せるサプリだったり、〇〇茶、〇〇ダイエット、いろんな情報があります。その中から何が正しくて何が誤りなのか、きちんと判断できる力が必要です。これは経験したから言えることなんですけど、ダイエットには近道はないです。時間をかけてまずは自分の体を知って、何が自分に合っていて何が合わないのか、食事だったりトレーニング方法だったり、そこをまず見つけて、その後目標を立ててひたすらコツコツやっていくっていうのが一番シンプルで成功しやすいと思います。私にとっての健康的なダイエットは数日数ヶ月でできるようなものではなくて、日々の積み重ねです。トレーニングはやるべきリスト、トゥーズーリストの一つではなくて、毎日の習慣であって、トイレに行く、シャワーを浴びる、朝ごはんを食べるのと同じ日常生活の一部です。トレーニングを始めるきっかけは何でもいいです。健康のため、運動不足解消のため、自分の自己満のため、挑戦することを恐れないでください。私が最も誇りに思う瞬間は、1年前にはなかった自分の健康的な体と心を持つことができたと分かった時です。1年前の私のダイエットのあり方、考え方は、美しくなるために運動をして厳しい食事制限をしなければならない、痩せていないと美しくなれない、太っている自分の体を恨むべきっていう考えをしていました。間違いではないと思います。でも今は健康的な体と心のためにダイエットをしています。自分の考えや習慣を変えるのは簡単ではないですよね。でも不可能でもないと思います。これだけは知っておいてほしいんですけど、あなたの一番の理解者はあなた自身です。失敗を恐れないでください。すべてがあなたの経験になります。